ここがしっかりと安定すると自動的に力が通るように、それぐらいね劇的な変化があるんですね。もしあなたが仙骨を締めようと頑張った結果、腰を痛めたり動きが鈍くなっているなら、そのやり方は確実に間違っています。今日は多くの人が勘違いしたまま終わる仙骨の締めと、本当に体が変わる正しいやり方の決定的な違いを解説します。終鉄の基本の姿勢である直進と呼吸、これが仙骨の締めを生み出す根本的な原理になります。ただし注意してほしいのが、この仙骨の締めは腰を反ることとか背中に力を入れることではありません。むしろね、それをごっちゃ混ぜにしてしまうと確信を遠ざけてしまいます。スポーツの経験がある人ほどそうなりがちなので、そこをしっかり区別してもらうように解説していきます。なぜね、背中に力をつい入れてしまうのかというと、背中に力を入れることによってある程度固定ができてしまうからなんですね。人は安定イコール固めるっていう風に思いがちなんですね。無意識に。ある程度の固定ももちろん生まれるんですけども、これはですね、外枠がぐっと固まっているだけであって、中の連結がまとまった強さではないんですね。背中でね、ぐっと固めるようにすると、連動して、それでみぞおちが出て、腰が反って、で、こうなると、呼吸も実はね、連動して浅くなるんですね。で、ここで起きてる体幹の強さっていうのは、即席で作ってる応急処置的な強さになってるんですよね。で、強い力感ではなく、奥がね、ぐっとまとまって安定するような感覚です。骨盤とかね、背骨のこの接合部分、背骨であれば背骨の一本一本の接合、これがずれない方向に収束してまとまるような、そういう身体操作なんですね。すごく慣れて熟練してくると強い収縮感っていうのを作ることもできますけど、大事なのはこれをどっか一部分でやろうとしないことです。結果として勝手に起こる身体操作です。仙骨の近くの筋肉を何かすればいいかっていうと、そういうわけではありません。仙骨の締めに関しては強い腹圧が生み出すものではないんですね。最後まで姿勢の乱れが起きないでね、しっかりと吐けると、ここね、うまく言うの難しいんですけれども、下腹部の、一番奥深いところがぐーっと薄く細く強くなっていくような感覚ですね。多裂筋とか大腰筋とか自然にそれに協力するような形になります。これによって骨盤、そして骨盤の上に乗っている腰椎全体的にまとまって奥が締まる感覚が出てきます。つまりね、仙骨の締めっていうのはいくつかの筋肉がね、同時に収縮することによって仙腸関節が骨盤の中でクッと圧着する感じ。こういうメカニズムなんですね。もっと、詳しくね、メカニズムを知りたければノートの記事参考にしてみてください。一番重要なポイントです。多くの人がやりがちな強く腹圧をかける呼吸をすると腹直筋が固まってしまい、深層筋や仙骨の締めを感じる上で非常に邪魔になります。固めるんではなくて勝手にまとまることを目指すということです。もう一つの重要なポイントです。絶対に仙腸関節をポキッと折り曲げるように締めようとしてはいけません。腰を反って痛みを作るのは仙骨の締まりではありません。僕自身は仙骨が熱く熱を持つ感じだったりとか、仙骨がぐーっと前に押し出されるような、そんな感覚を得てますけれども、正しい締まりっていうのは骨がぐっと動く痛みのような感じではなくて、静かに噛み合ってずれなくなって、呼吸の終盤でそれがぎゅーっと強くなるような感じ。まず変化としては足先や手先に伝わる力の質がもう劇的に一気に変わりますと。全身の運動連鎖の中のすごく中枢的な部分なんですね。ここがしっかりと安定すると自動的に力が通るようになる。
それぐらいね、劇的な変化があるんですね。僕もその劇的な変化を感じたからこそ、この感覚に夢中になって、終鉄を、始めるに至るんですけれども、それぐらいね、やっぱスイッチが入ったっていう感覚ぐらい力の出方が変わるので、力が全然漏れているようであれば、それは仙腸関節の締まりは起きてるとは多分言えないので、それを判断基準にしています。一言で言うと、本当に入った感覚が理解できれば、力の質が劇的に変化しますよっていうことですね。そうじゃなければ、その感覚は多分何かまだ足りてないんですよっていうことが言えると思います。で、まとめますと、仙骨の締めは強い腹圧でもないですし、腹直筋の硬さでも生まれることはないですし、また溝落ちが固まっていると、それは非常に仙骨の締めを邪魔してしまいます。深層がぐーっと細く収束していくようなまとまった強さっていうのを感じられるようになります。で、その結果、仙骨のあたりがね、ぐーっと前にめり込むような不思議な感覚になってきます。そして、この仙骨の締めで養成した力っていうのは、例えばパンチを打つときとか、技を出すときに、最初にぐーっと締めて準備をして出すような力の質ではなくて、これは勝手に必要なタイミングで自動的にね、働きが生まれるようになっていきます。そもそもね、インナーマッスルっていうのはそういうものなので、使える人は勝手に働くし、使えない人は全然働かないという、そういうすごく取り扱いの難しいというか、判断が難しい筋肉ではあるんですけども、その勝手に起こるスイッチを磨き上げていくために、練習の段階ではもう特に丁寧に作業をしていく必要があるということですね。今日は仙骨の締まりについての、皆さんに誤解されがちな注意点を解説しておきました。ぜひ参考にしてみてください。ありがとうございました。